皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢とプラス高市政権との関わりについて最近のニュースで思うことを皆さんにお話ししようと思います。まず最初にウクライナ情勢についての変化ですが、アメリカのトランプ大統領が初めて実施したロシアに対する制裁は、すでに効果を上げ始めているようです。ロシアから石油を輸入しているインドにおいて、購入契約の見直しが進みそうだという話をお伝えしました。その後、イギリスのフィナンシャルタイムズは、アメリカによるロシアに対する制裁の効果はインドにとどまらないという記事を出していました。フィナンシャルタイムズの記事における話としては、インドに続き中国においてもロシアから石油の購入を見直す動きが出始めているというのです。現在ロシアから大規模に輸入している国は3つあります。まず第一に中国、次にインド、そして3位がトルコです。中国の場合だとタンカーだけではなくパイプラインでの売買も行っていることから全体量が大きく伸びています。ですから今回ロシア産の石油を購入している第1位と第2位の国において貿易を見直すというのですから、その影響はより大きくロシアに跳ね返ってくることとなります。もちろん現時点において貿易量がゼロになるわけではありませんから、すぐさまロシアの石油輸出収入がゼロになるわけではありません。しかし着実な減少といったものが見込まれる状態となることは今後の展開上とても大事なことでしょう。なお、この話をすると必ず出てくるのが、ロシアに対して制裁を行うと石油価格が大幅に上昇するではないか、それによって多くの人たちが苦しむんじゃないかというような批判が出ます。ところがこの点に関してはちょっと事情が異なっていて、現在石油価格はおおむね落ち着いた状態となっています。そもそも制裁がかけられることによってロシア産の石油を安く買い叩いていた中国やインド、これらの国々によって一つ問題がありました。それは既存の販売を行っていた国においてロシアに客を奪われたというような国もあるわけです。それが中東です。考えてもみてください。例えばインドがロシアからの石油輸入を大幅に増やしたとき、じゃあ一体その代わりにどこの国からの輸入が大幅に減ったかです。そもそもインドは場所としては中東産の方がはるかに距離が近く、輸送コストが安く済みます。ですから、以前はインドは遠いロシアから買うのではなく、中東から購入することがもはや当たり前だったのです。ところがそのインドが中東産を蹴った状態でロシア産の輸入量をどんどん増やしたものですから、気分が良くないのは中東の産油国です。このようなある国が輸出量を伸ばすとある国が輸出量が下がるという現象によって別の政治的な問題が発生するわけです。現在 OPEC および OPEC プラスの国々においては石油価格の安定化を図るために減産を行っていたのですが、この減産を取りやめて増産に踏み切る国が増えています。そのため石油価格の大幅な上昇といった事態が発生することなく、世界の石油市場はかなり安定した状態になっているのです。アメリカによるロシアに対する石油の制裁の影響といったものが今はかなり抑えられているというわけです。ちなみにロシア国内においてもちょっとおかしな動きが出ています。それは現在軍需産業に対して多大なお金をつぎ込み続けているロシアですが、そのロシア国内において製鉄企業などの操業状態が悪くなっており、さらには軍需製品の生産活動そのものにもピークアウトの兆候が現れているというのです。2022年から始まったロシアによるウクライナ侵攻、現在でもなお東部戦線、戦いは続いていますが、その占領地域がウクライナの半分であるとか7割であるとか8割といったような大規模な侵略が成功しているわけではありません。東部戦線においてはじりじりと進んではいるものの、何年かかるんだというような状態に陥っています。少なくとも全量占領のために必要な年数としては今後100年間は必要だろうという推測も出ているぐらいです。このような状況下にあってロシアにおける軍需予算の確保に関してはすでに支障が出始めていると言われているのです。そのために現場に降りてくるお金も十分ではないことから生産活動のさらなる拡大も難しい状況に陥っているというのです。この背景にはロシア国内における労働者の確保不足といったものもあります。ロシア軍としてはもっともっと多くの人手を軍に投入したいと考えて、それによって実際に人々が高い給料につられて軍に吸い込まれていきます。それによって失業率が低下したことから、プーチン大統領はこの低い失業率というものを理由としてロシア経済は絶好調というような話もします。しかし、かなり歪な経済であり、
今の軍需産業にお金をつぎ込み続けるこの姿というものが永遠に続けることはできません。今後の展開においては、資源を海外に売る、そこから得られるお金によって軍需産業にお金をつぎ込み続けていくというこの姿勢そのものが続けられなくなってくる、そういった見込みになり始めています。さて、このような状況でちょっと高市政権の話にするのですが、高市政権においては基本的には従来の日本の外交政策を大きく変えるわけではありません。基本的な政策については継承しつつ、しかし細部においては高市総理の意向を踏まえた上で強化するところと見直すところに分かれてくることとなります。そのうちの一つについて不満を述べている人がいます。例えばこちらは高市総理大臣の X の投稿。ゼレンスキー大統領の温かいお祝いの言葉に心から感謝申し上げます。日々侵略に立ち向かうゼレンスキー大統領及びウクライナの人々の勇敢さに敬意を表します。両国の関係は特別なグローバルパートナーシップのもと、今後もますます強固に発展していくと確信しており、ゼレンスキー大統領との協力を楽しみにしています。と、このように発言しています。これは従来日本の政策として、ロシアのウクライナ侵略に反対し、ウクライナに対する支援を行いますよという従来からの方針を繰り返すものです。決して新たに何かを行うというような話をしているわけではありません。ところがこの高市総理の発言に対して見損なったわであるとか、全くの勉強不足だ、ロシアに敵対して一体何の利益が日本にあるんだといったような発言で、早速非難の言葉を浴びせかけるアカウントといったものが大量に発生しています。で、ある人はこれらのアカウントに関して参政党の支持者が多いのではないかといった指摘を行っています。実際の分析についてされているというような方はちょっと見られないので、あくまでも印象論ではあるものの、実際にその可能性は高いなと私も思いました。私自身もそのように言われたからこそ、どんな批判を浴びせているのか、それらのアカウントについてちょっと見かけただけでも、確かにそうだなというような人物が多かったという印象です。気になった方は皆さんも自分自身でちょっと批判している人たちのアカウントが何を普段発言しているか覗いてみてください。また同時に高市政権に対する批判といったものも改めて盛り上がりを見せています。しかし、それらの批判の中には、非常に不当なものも含まれていることから、よっぽど高市政権の存在そのものが許せない人たちというのもいるんだなというのを思います。例えば、よくある例として言えば、安全保障問題に対して非常に強い関心と意欲を見せている高市総理大臣に対して、軍拡に全力投球して国民の生活をないがしろにしているであるとか、戦争に向かって邁進している、戦争大好き政権だみたいな批判をしている人や、その意見に賛同している人たちがいます。そもそも日本の周辺における国際環境が悪化していますよということに関しても、この意見に賛同しない人もいます。例えば日本の周辺にロシア、中国、北朝鮮といった国々があり、これらは日本にとっても非常に危険な存在です。そういう話をすると、いやいや中国は建国以来どこの国にも侵略をしていない超平和を愛する国家であり、危険な国だという意見そのものが危険思想だという具合にして、逆に批判の矛先は自分の方に向かってくるという、ちょっと奇妙な、私にとっては理解のできないような意見を言う人もいます。しかしそのような非常に奇妙な意見を言う人に対して賛同が非常にたくさん集まっていたり、拡散もされています。ちなみに私は危険思想だとは思っていません。むしろ冷静に現実を直視すれば、その意見はもっと多くの人たちが賛同できる話だと思っています。中国がどこの国にも侵略したことがないなんていう話をする人は真顔で嘘を言っているようにしか私には見えません。そもそも日本が軍拡しているんだ、軍国主義に戻るんだみたいな話をしている人というものは、中国がどれだけ前から軍拡を進めてきたかを全く無視しています。日本の防衛費がずっと5兆円でほとんど動かないような時期においても、中国は毎年のように 10% 近い軍拡を毎年毎年繰り返していくことによって、日本との防衛費がどんどん差が開いてくるという状況が今世紀に入ってからずっと続いてきたのです。そのようなことを全く無視して、近年になって防衛費が増えたことに対して軍国主義の回帰だというような話をするのは全く現実離れしたお花畑思想だと私は思います。ただ気をつけなければならないのは、高市政権に対する過度な要求やもしくは期待といったものは全てが全て叶うわけでは
はありませんから、その点については注意しておく必要があるでしょう。高市氏自身の考えと自民党という政権の体質といったものが相入れない状態になることは必ずあるはずです。これは総理大臣の存在が決して独裁者ではないからこそ起きる状態であり、その点についてはある程度覚悟しておく必要があるでしょう。一方で、少しずつ改善に取り組んできた内容が高市政権になってようやく花が開くといったようなものもこれからは見ることができると思います。例えば批判を浴び続けた石破政権ですが、しかし同時に参議院選挙で負けたことによって外国人問題に対しては取り組まなければならないというかなり切実な状況に陥りました。ですから選挙が終わってからこれまでの間政治的な空白があったとは言われるものの、その間における政府の検討によって少しずつ外国人対策を強化しようという流れそのものは強まってきました。経営管理ビザの要件の強化であるとか、外国人の免許の切り替えに関する要件についても強化されるといった話もありますし、随分と長い間変わってきてこなかった外国人による日本に対する旅行時のビザ免許申請の手数料についても値上げが検討されていたり、もしくは出国税についても値上げの検討も始まっています。私自身はメッセージ性という意味において分かりやすい入国税を新設し、観光政策については人数を追いかけるのではなく、人数を絞ってでも満足度の高い、そしてやってくる人たちの質をある程度担保するような政策へと転換するべきだと考えています。何にしても、まずは内政問題についてある程度の行動を起こして、それによって国民の支持といったものを取り付けていく必要があります。どんなに周辺環境が悪化していて安全保障問題について力を入れないとダメですよという話をしても、多くの国民にとってそれはあくまでも遠い出来事として捉える面があり、なかなか評価されるものではありません。それだけに内政でしっかりと力を尽くして、あまり評価されないだけど大事な国防問題などについても前進させてほしいものです。高市政権のやることに関しては、いわゆる左派からの攻撃もありますが、同時に親ロシア派からの攻撃もあるといったことは忘れてはなりません。これら親ロシア派は決して人数としては大きくはありませんが、しかしインターネット上で拡散する意見の数といったものはボットでいくらでも増殖できるよという話はすでに何度となく選挙にも影響を与えていると言われています。今後はさらにその勢いが増すことを考えると決して無視することはできないでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方はぜひともこの機会に他の方にもお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。